皆さんこんにちは、モットーです。今回は初めてのナレーションの動画になっております。先日、視聴者様からコメントいただきまして、字幕は疲れますというようなコメントいただきまして、私も実際そう感じていたところです。で、ナレーションを入れるに際して、私もちょっと喋り慣れていないという状況もありまして、某有名 YouTuber さんの神々というような状況になるところもあります。あと今も出てるんですが、とかおとかうとかって言ってますが、徐々に慣れればその辺も解消されるのかなと思いますんで、お聞き苦しいところもあると思いますが、ご了承よろしくお願いします。で、今回はこのキャンプ場は栃木県矢板市の東小屋キャンプ場ですね。で、今回この動画を上げたのが以前に、先ほど冒頭でも説明した通りデータがですね、飛んでしまいまして、ハードディスクがちょっと不調を訴えて、データ自体は内部に残っている状況なんですが、なかなかアクセスできないような不具合が発生しました。で、そのデータを少しずつ抽出しまして、今回、1本動画が流せるようなデータが取れましたんで、前半戦になると思うんですが、簡単にまとめて、動画にしてみました。で、今現状この東小屋キャンプ場、栃木県の矢板市にあるんですが、今現在は、これは君島林業さんというところで、レイクサイドベースという名前に変わりまして、そちらさんが管理しているようなキャンプ場になっております。以前は東小屋キャンプ場でいうと1泊1000円とかその値段で泊まれたんですが、今現在は平日が1500円、休日が2000円というような価格で、泊まれるようになっております。今現在私が設営しているのが、全員アーツのギギワンというテントになります。使ってもう早2年ぐらい経ちますかね。この、テントというよりは幕の状態で、見てわかる通り、床はない状態のテントになっております。で、このテントの特徴としまして、通常六角形のワンポールのような形になっているんですが、2辺ほどせり出すような形の作りになってまして、内部の空間が広々と使えるようなアイデアの商品になっております。このテントの特徴のもう一つがありまして、貼り終わった形の状態で、前面と後辺がファスナーで開くような形になっているんですが、さらに追加のファスナーがついておりまして、それを利用するようにすると前面と後辺にタープのようなせり出す日陰のスペースを作ることができます。で、今打ち込んでいるのはその左右にせり出す部分の、特徴的な部分ですね。で、こちらの方が今現状真ん中を打ち込んだ後に両サイドを少し引っ張るような形でペグダウンする形になっております。この部分なんですが、テントでよく私も見かけるようになってから皆さんのテントを見ますと、大抵の人がこの部分をペグダウンしてないような状況を見受けられますね。多分これをするしないでは中のスペース確保がちょっと難しいのかなと思いまして、私は必ず、両サイドペグダウンして、今この2辺がちょうどこう揃って、側面が三角形に
なるような形にすることによって、そのスペースがさらに有効活用できるような形になっております。で最後は、先ほど打ちましたペグを両サイドガイラップをですね、引っ張りまして、テントをピンと張っていくような形になっております。これが一番の肝になる部分になると思います。立て終わりますと、正面から見るとこのように両サイドせり上がっているような形になってますんで、内部は広々に使えるような内部が広々と使えるような形になっております。で前面と後辺がこのようにファスナーで開くようになっておりまして、今現状表面、後ろも表も特には決まってないんですが、一番の見分けがつくのが上部に、空気取り入れ口が、ついてる部分とついてない部分がありますんで、私はその空気取り入れ口を背面に設置する形で、前面は広々と開放できるような形にしております。見ての通り、後ろの方はその開口口の手前までしか上がらないんで、開口の広さで言えばベンチレーションですね。ベンチレーションがついていない方を正面にした方が私は美しく貼れるんではないかなと思って、今現在このような貼り方をしております。あと、この膜は、一応ポリエステルでしたっけ、の膜になっておりまして、つい最近、このギギワンの TC というのが発売されました。で今現状これ見てもらいますと、足元周りが隙間だらけと、そんな形なんですが、それを解消したような形で TC 傷にスカートがついておりまして、風が防げるような形になっています。今現状このベンチレーションは上部に1箇所ありますので、それは必ず開けとく形ですね。でこれが両サイドの膜の部分になります。外側はメッシュになってますので、開けても虫が入らないような状況になってます。でこれの、両端に、設営するときにビルディングテープがありますので、そちらの方は外しても外さなくても使えるんですが、私は外して、すっきりできるように、必ず外すようにしております。でこれを外す理由がもう一つあるんですが、これからお見せするんですが、このビルディングテープを外すことによって、先ほど説明しました前に、日陰を作るようなスペースができるという形で、やっております。余談なんですが、この東小屋キャンプ場ですね、その当時は予約なしで宿泊できるということで、当日宿泊ができる状態になると、もう、入るだけ入れるんで、よくバイカーとか、その辺で、よりがてら泊まる人が多く、ピーク時になると、ほぼ満員御礼で、車の止めるところもないくらいに、密集するようなキャンプ場になってました。今現在はちゃんと管理されて事前予約が必要なんで、組数も限定で、やられてるようでしたんで、今現状はそういう心配もないようなんですが、過去に多分泊まった人なんかは夜中でもどんちゃん騒ぎしててうるさいとか、そういう、苦情がですね結構多い
キャンプ場でした。ただやはり、予約なしで、当日1000円で泊まれるっていう、醍醐味もありまして、その辺で、人気のキャンプ場ということで有名でした。一昔前は1000円ではなく500円で1泊泊まれたんですね。で、目の前がダム湖になってまして、雄大な景色が見れて、かつ、山に囲われているんで、この撮影時もですね、上にトンビがピーヒョロロという形で、鳴きながら飛んでいるのは非常にですね、ゆったりする気分が味わえるキャンプ場です。ただ夜は結構厳しい感じですね。寝たくても寝れない、隣の人がうるさいとかっていう苦情が多かったんで、今現状はそういう心配がないと思うんですが、一度この雄大な景色を見に遊びに来てはいかがでしょうか。決して回し物ではありません。一度ちょっと遊びに来てもらって、どんなところか見ていただければ、景色がいいところは前面だけなんで、後ろの方のサイトに止まった場合にはちょっと、ゆっくりできるような感じではないんですが、どちらかというと早い者勝ちというような形になりますので、その辺は朝一で来ていい場所を慣れた方がいいかなという感じがします。それで、今現状ポールを使って、先ほど説明しました前面の幕を開けていく状況になります。ファスナーが横サイドに、ついてまして、こちらを一旦開けます。で、この幕の、その2辺ですねにポールを止める箇所がありまして、そちらの方を立ち上げて、前面にせり出す形になっております。チャックを開けて、開ける形なんで、前面を覆える形ではないんですが、少し、開けた方向側に寄りますが、今現状ですね、これを貼ってしまうと、私がこれを使う理由の一つに、よく、テントを張った後にタープを張るという仕事が多分他のテントではあると思うんですが、それをなくす形ですね。テントにもうほぼほぼ連結している形でタープのような使い方ができるというテント、この辺で、私はこれを気に入って結構な頻度で使っております。で、せり出した後に、余計なこの足に引っかかるような部分は、折りたたんで、バックルで留めるような形になってますんで、その辺も考え抜いて、全員アーツの小杉さんがですね、作った作品の一つということでよく考えられてるなということは、このテントを使ってしみじみ感じております。この日はですね、なぜか私の周りにはテントを張る人が非常に少なかったんで、有意義に、場所を使うことができたかなと思います。ただ見ての通り空調服を着て、やってますんで、7月の20日ぐらいですね、非常に暑く、その辺が厳しい形で夏を乗り切るために、キャンプをするというような形で、非常に涼しくはないんですが、ジュースでも飲んでやっております。ジュースは私が大好きなライフガードをですね、
取りつつ氷を入れて飲むのが大好きです。キャンプに来て疲れるのはちょっと嫌なんで、やっぱりテントを設営して、テーブルと椅子ができたら、一服しながら休憩しながら徐々に設営を進めていくスタイルで私はいつもやっております。夏に使用している茅なんですけど、こちらは見る人はわかるんですが、天幕デザインのモノポールインナーテントのメッシュになります。夏はもうほぼこれ一択ですね。非常に涼しくかつ虫が入ってこない、かつこじんまりとしてますんで、カンガルースタイルには非常にベストなテントかなと思います。ベントラックスのインフレーターマットですかね、こちらの方を敷いて、そこに寝袋を置いて寝るスタイルにしてますが、今現在はこの厚みが確か7、8センチぐらいだったと思うんですけど、今現在は車中泊マットで厚み透明なものを使って寝ております。やっぱりこのマットの厚みによって、寝心地がだいぶ変わってくるのはお分かりかと思います。一番初めにですね、購入するときにケチって安いものがあって薄いものを買う人もいるんですが、初めは厚手のものをもう買ってしまった方が後々無駄にならないのかなと思います。で、今現状使っているゴミ箱なんですけど、同じくゼインアーツのモビーボックスを使っております。当時ですね、こちらの方を購入するのにだいぶ苦戦したんですが、決して私は転売ヤーからは買わないことを決めてまして、なんとか販売したその日に購入することができました。運賃とかその辺はかかるんですけど、使ってみてですね、非常に使い勝手もよく厚手で、非常にソロキャンパーとしてはちょうどいいサイズのものになっております。で、これ、ゴミ箱をキャンプで買った時に、初めあんまり、気づいてなかったんですが、燃えるゴミと燃えないゴミってあると思うので、そうするとやっぱりゴミ箱ってもう一つ欲しいなと思いまして、つい最近ですね、つい最近といっても7月の10日ぐらいだったと思うんですが、再販するのをきっかけにもう1個、追加で購入することができました。で、一つは燃えるゴミ、一つは燃えないゴミでちゃんと分別してですね、キャンプを楽しむ形にしております。これは車横付けするサイト限定だと思うんですが、バックパッカーとか、ちょっと距離のあるキャンプ場とかになると運ぶのも大変になると思うので、贅沢品ですかね。使ったり使わなかったりっていうパターンもあるんで、その辺は自己満足程度で使っている状況になっております。それと最近このゴミ箱じゃない、モビーボックスに、コヨーテカラー以外にもブラックカラーが発売されて、そちらの方もかなり品薄が続いているような商品で、販売と同時に売り切れるような商品になってますんで、
お店の店頭で見かけたことはほとんどないんですが、ネットで探せばですね、いろんなところで、売ってますんで、本当に欲しい方は多分いろいろネットで調べますといろんな店舗で取り扱いがあったり、もしくは抽選という形が多いんですが、抽選じゃなくても置いている店には置いてますね。で、タイミングが合えば在庫があったりして購入することが可能なんで、決してですね皆さんも転売ヤーに、陥らないような形で、なんとかゲットをしていただければ嬉しいかなと思います。よく、このゴミ箱を最近では見かけるんで、ほぼ欲しい人には行き渡ってるのかなと。あとは、類似品が出てるんで、そちらを購入する方も多いのかなという感じがします。で、このようにペットボトルも外装を外して、プラスチックゴミと燃えるゴミで分けることができています。このような使い方で、ちゃんと分別してゴミは持ち帰ると。この今使っているゴールゼロもほぼもう店頭で置いてあるのを見かけるんで、その昔は入手困難で、定価の倍以上で転売されている方もいましたし、そこから買って、今悔しい方も多分いらっしゃるんじゃないかなと。今現状はお店で、ほぼ置いてあるのを見かけます。で、今これ出しましたのが全員アーツさんからまた出ましたジグになります。これも同じく初回限定で購入することができました。初回限定にはこのようなシールが貼ってある形ですね。で、私今これ、実際この現物って、なくてですね、実はですねこの撮影したこのジグが実は不良品でして、全員アーツさんに問い合わせたところ新しいものと交換していただけるということで、このやつは後日新しいものと交換していただきました。で、初回限定のシールも貼ってあったんで、諦めかけてたんですが、全員アーツさんの方からそのシールも一緒に送られてきまして、非常に神対応で、商品が届いて非常に満足しております。で、全員アーツのこのジグは下部に、三脚が立てられる4分の1のネジがついてますんで、そちらをこのように取り付けると。で、私の唯一の不具合がこのネジですね。このネジがスポッと取れてしまったというのが不具合なんですが、実際のところこのネジって、永遠に巻き続けると取れるような仕組みになってまして、ある程度巻いて、負荷がかかったら止めるような形が正解のようです。なんだかんだ喋ってる間にあっという間にお昼になりましたんで、ラーメンの段取りをしております。私は栃木県に住んでますんで、このラーメンは佐野ラーメンになります。で、私が佐野ラーメンは佐野ラーメンでも特に大好きなのが佐野の一の恵比寿さんで、売り出している佐野ラーメンなんですが、それのごま風味ですね。ごま風味のごまラーメン、こちらの方が私非常に大好きで、このラーメンは高速東北の佐野インターチェンジじゃない、佐野サービスエリアですね。で、よく売られてます佐野ラーメンのパックの中で、唯一この佐野ラーメンの一の恵比寿のごまラーメンがそこにしか売ってなくて、
つも、佐野サービスエリアに寄った時には、購入させていただいている商品の一つになります。で、ご覧の通り、縮れ麺に対して、ごま風味のペーストが入ってまして、そこにチャーシュー、メンマ、あと貝割れですね、それを置いて、食べるというような、非常に、これ一度食べてみればわかるんですけど、多分、好み分かれると思うんですが、ごまラーメンといってもごまの風味はするんですけど、どちらかというとなんていうんですかね、味噌と豚骨の中間のような、風合いがですねありまして、このラーメン食べるときには必ずこの食べ方で食べるんですが、この貝割れを入れることによってさっぱり感が増すっていうのと、夏でも暑いんですがさっぱりと食べられる商品なんではないかなと思ってます。一の恵比寿っていうごまラーメンですね、佐野ラーメンのごまラーメンになってます。東北道で買えます。でこのラーメンは貝割れを乗っけて食べるとさらに美味しくなります。この貝割れの辛みがラーメンのアクセントと非常に合ってますね。うまっ。ちなみに貝割れとメンマとチャーシューは、ついてませんので、別個に買ってきてください。はい、そういうことですね。一人寂しくラーメンをすするおじさんの動画になっております。普段はですね、動画撮影してないときは目の前に見る iPad で、映画を楽しみながらゆっくり楽しんでいるところですね。YouTube ですとこういう画面が非常に映ってる形になると版権に引っかかったりっていうのがあって、その辺で多分気使っている人はモザイクがかかってたりするんですが、今回はつけてない状態で撮影してまして、あとはそんな形でゆっくりとラーメン食ってタバコ吸って酒飲んで、そんな形で自由奔放に、キャンプを楽しんでおります。でこちらも全員アーツのカップですね。その当時、購入の紹介動画でも出せばよかったんですけどデータ吹っ飛んだんで、まずはラーメンも食い終わったんでビールを飲んでいきたいと思います。この継ぐ音がたまんないんですよね。それじゃあいただきます。いつもこんな形で、ゆっくり過ごしている状況ですね。キャンプに来てほぼ何もやらないのが、一番幸せという形ですかね。私なんかは、キャンプに来て、キャンプ料理を作りながらゆっくり映画を見ながら楽しんでいるのが、ほとんどになっております。で、もしくは人間観察ですね。他の人何やってんだろうなとか、ああいう人はこういう風なことをやってるんだとか、そんなのを見ながら、他の人のキャンプサイトを覗き見してると
やっぱりいろんなものが欲しくなってくるのがキャンプ沼の第一歩という形になってるのかなと思います。はい、なんだかんだで30分が経ってしまいました。どうだったでしょうか。ちょっとナレーション慣れしてないんで余計なことも言ってるかもしれないんですが、もし、気に入りましたら頑張りたいと思いますんで、高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは、次回、また動画でお会いしましょう。さようなら。